回はこちらのミニ巾着を編んでいきます。本体はとても簡単な模様編みになっています。紐の部分も編んで作ってあります。とても簡単なコードの編み方です。それから紐の先にはハート型のチャームを編んで取り付けました。使用したのはこちらの糸です。だるまさんのトラッドコットンです。綿 100% ですね。1玉で 25g、 糸長が約108メートルです。かぎ針の推奨ですが3から4号が推奨となっています。巾着1つにつきだいたい 18g から 20g ぐらい糸を使用しています。この糸はカラーバリエーション豊富ですので、お好きな色の組み合わせで作っていただくといいかなと思います。ではこの色の組み合わせで説明していきます。針は3号を使います。まず作り目です。6の倍数プラス1の目数で鎖編みをします。今回の作品は鎖編み31目でスタートします。では1段目をやっていきます。まず鎖編み1目で立ち上がって針のかかっている目から1、2、2つ目の目ですね。ここに細編みをします。鎖編み1目です。次は1、2、2目飛ばして3つ目に長編みを3目編みます。次は鎖1目です。1、2飛ばして3つ目です。細編みをします。もう一度やってみます。鎖1目、1、2、2目飛ばして3つ目に長編みを3目編みます。鎖編み1目、1、2飛ばして3つ目に細編みです。では残りも同じように端まで編んでいきます。端まで編んできました。この目に細編みをしてこんな風になりますね。では反対側も同じように編んでいきます。一番端には細編みはもう1目入っていますので、鎖1目ですね。長編み3目が入っているところに同じく長編みを3目編みます。鎖1と編んで細編みが入っているところに細編みをします。鎖1目、長編み3目入っているところに同じく長編み3目編みます。鎖1、細編みが入っているところに細編みをします。ではこんな風にしてまた端まで編んでいきます。端まで編んできたら最初に細編みを編んだところに引き抜きます。1段目を編むとこのような形になります。では2段目をやっていきます。まず鎖3目で立ち上がります。これは長編み1目の代わりです。そして鎖1目と編んだら長編み3目の真ん中の目に細編みをします。次は鎖1目です。細編みのところに長編み、鎖、同じところに長編みと編みます。鎖1目編んだら長編み3目の真ん中の目に細編みをします。鎖1目、細編みに
長編み、鎖、長編み、次は鎖1、長編み3目の真ん中の目に細編みをします。ではこれの繰り返しですね。編み進めていきます。端のところまで来ました。ここをやってみますね。まず鎖1目です。次は長編みですが、この細編みのところです。ここに長編み、鎖、長編みと編みます。鎖と編んで、今度こちら側の長編み3目の真ん中の目ですね。ここに細編みです。鎖1目、細編みに長編み、鎖、長編み、鎖、長編み3目の真ん中に細編みです。ではまたこちら側まで編んでいきます。では編み終わりをやってみます。まず鎖1目ですね。で、ここは最初に立ち上がり鎖3目編んだところです。同じところに長編みを1目編みます。そして鎖1目と編むところですが、ここは真ん中の位置で終われるように立ち上がりの鎖3目のところに細編みを編む形にします。はい、これで2段目編み終わりになります。次は3段目です。まず鎖1目で立ち上がって、ここを側にすくって細編みです。次は鎖1目ですね。細編みのところに長編みを3目編みます。鎖1目です。長編みと長編みの間の鎖を側にすくって細編みです。鎖1目です。細編みのところに長編みを3目編みます。鎖1目です。長編みと長編みの間の鎖を側にすくって細編みです。これの繰り返しとなりますね。編み終わりのところになります。長編み3目編んで鎖1目編んであります。最初の細編みですね。ここに引き抜きます。これで3段目が編めました。4段目です。4段目は2段目と同じですね。鎖3目で立ち上がります。鎖1目です。長編み3目の真ん中の目に細編みをします。鎖1目です。細編みのところに長編み、鎖、長編み、鎖、長編み3目の真ん中の目に細編みです。ではこれ以降はですね、2段目と3段目の編み方を繰り返して22段まで編んでいきます。22段まで編んだところです。長編み、鎖、長編みと編んだ段で終わっています。段数の方もお好みのサイズで調整してもらえばいいと思います。では最終段23段目を編んでいきます。23段目をやってみます。まず鎖編み1目で立ち上がって長編みと長編みの間を側にすくって細編みをします。細編みのところに長編みを5目、次は長編みと長編みの間の鎖を側にすくって細編みです。細
細編みのところに長編みを5目編みます。長編みと長編みの間、細編みをします。ではこれで1周編んでしまいます。最後のところをやってみます。ここまで来たら最初の細編みに引き抜きます。では次は糸を変えて縁取りをしていきます。今引き抜いた状態ですが、一旦針をこの位置に戻します。そして糸を変えて引き抜きます。ここからスタートします。鎖1目で立ち上がって根元に細編みです。糸端は編みくるみながらいきますね。長編み5目のところは細編みをそれぞれ編みます。細編みのところも細編みですね。このようにすべて細編みで1周編んでいきます。1周編んできました。では最初の細編みに引き抜いて糸始末をして終わります。これで本体は完成です。横幅がだいたい11センチぐらいですね。高さが14センチぐらいあります。では次はこちらのスレッドコードを編んでいきます。だいたい45センチほどの長さに編みたいと思います。ではまず糸を作りたい長さの3倍ほど、今回は135センチぐらいですね。糸を引き出します。そしてこの位置でまず作り目をします。手前が糸端側になりますね。ではまず鎖1目編んで手前から糸を針にかけます。後ろ側の糸を引き抜きます。手前側の糸を針にかけます。後ろの糸を引き抜きます。手前の糸を針にかけます。後ろを引き抜きます。これの繰り返しとなります。約45センチになるところまで編んでいきます。45センチほど編みました。ではこれで糸を引き出してカットしますね。カットしたら糸端は結んでおきます。今回は糸端チャームの中に隠してしまいますので、特にきれいに処理せずに結んだ状態で糸をカットしておきます。同じものを2本作ります。では紐通しにコードを通します。紐通しがなければヘアピンなどでも代用できますし、手でそのままでも今回のは入れられると思います。では本体の上から1、2、3、4段目ですね。この位置で紐を通していきます。1本紐を通しました。では今度はこちら側から同じように通していきます。
コードを2本通しました。では端を結んでおきます。ハートのチャームを作ります。まず指に2回糸を巻いて輪を作ります。輪の中から糸を引き出して鎖編み1目です。細編みを編みます。次は長々編みを4目編みます。次は長編みを3目編みます。次は中長編みを2目編みます。次は長々編みを1目編みます。次は中長編みを2目編みます。長編みを3目編みます。長々編みを4目編みます。ここまで編んだら輪を引き締めます。針を戻して最初の細編みに引き抜きます。これでハートが編めました。では糸始末をします。同じものを4枚編みます。ではこのハート型、表側を外にして合わせます。では2枚を合わせて縁取りしていきます。細編みで編んでいきますね。糸端は中に隠して編んでいきます。3つ目ですね。3目めは細編みを2目編んで目を増やします。次からは1目に対して1目細編みです。
この尖った部分ですね、長々編みを編んだところです。ここは細編みを2目編みますね。細編みを2目です。次からまた細編みを1目ずつ編んでいきます。残りの目が長々編み3目と細編み1目残っているところです。ではここはこちら側と同じように細編みを2目編み入れます。ではここまで来たらここの間にコードの端を入れます。余分な糸端もこの中に一緒に入れてしまいます。では残りの目を細編みで編んでいきます。最後は細編みのところですね。ここにも一つ細編みを編みます。そして最初の目に引き抜きますね。では糸始末していきます。はい、ハートのチャームの完成です。反対側も同じように作ります。これで完成です。